ミルトンチャンネルです。今日は見栄えの良い FRP キャンピングシェルを自作するために外枠を作成しました。その作った方がこちら。今回は実際に FRP を曲げて貼る実験も行い、この大きなキャンピングシェルに応用しても使えそうな方法を見つけられたので、めっちゃ楽しかったです。今回はまずはじめに進行中の作業をお見せする前に、現在私が行っている FRP キャンピングシェル作成が一般的な DIY で作るやり方と少し違うので、その点をかいつまんでご説明します。通常軽トラックの上に FRP のキャンピングシェルを自作する際は以下のような流れで作られるのが主流です。まず床や柱を木材等で作り、塩ビ板やベニヤで天井や壁を作成。最後に FRP 樹脂とガラスマットを貼ることで強度や防水性を高める工法がよく使われます。この工程のメリットは、シェルを支える支柱や壁から作っていくので、強度も一見して分かりやすく、作業もしやすいという長所があり、 DIY でも作りやすい工法です。ただこのシェルの外側から FRP を貼る方法、比較的簡単に施工しやすい反面、一点だけデメリットがあります。それは最後に外側からガラスマットを貼り付けるために、シェルの表面が画像のようにデコボコになってしまうこと。これは強度や防水の観点では全く問題ないので、実用面でトラブルになることはないんですが、もし見栄えをよく表面をツルツルに仕上げようとすると、ガサガサになった FRP の表面をサンダーやヤスリ等で加工する必要があります。実はこの削りや表面を滑らかにする作業がめちゃくちゃ大変なんです。というのも FRP は一旦硬化してしまうと表面がコンクリートのように硬くなり、サンダーやヤスリで削れないことはないんですが、表面を滑らかに仕上げるには大変な労力と時間がかかります。これは時間と労力をかければ綺麗な仕上がりにすることも可能ですが、 FRP を削った粉塵も大量に出るので、 DIY でキャンピングシェルを作る場合、この削りや磨きの作業をやらない方が多いです。通常これらの FRP を削る手間をなくすため、キャンピングカーのビルダーさんは外壁から FRP を貼り付ける方法ではなく、 FRP の型を作って FRP を内側から貼り付けていくことで、表面がつるっとした仕上げで作られています。今回私はなるべく見栄えの良いキャンピングシェルを作りたいので、外枠の型を使ってキャンピングシェルを作れるように少し設計変更しました。通常シェルの外枠を作るといってもいろいろなやり方があるんですが、私はなるべく簡単でコストを抑えた形で作りたいので、メインの外枠型を木材で作ることにしました。そこで選んだ材料がこの針葉樹合板。これはどこのホームセンターにもある材料で、1枚1500円程度で売られています。この合板、横 910mm、縦 1820mm、厚さ 12mm とかなり大きいので、自分で切るのは難しいと判断。ホームセンターで1カット50円で正確に切ってもらえるので、必要な枚数を把握するために、以前の動画でご紹介したスケッチアップという無料のアプリで詳細に設計し直します。このアプリ直感的に操作できて、設計を一度もやったことのない素人の私でも1時間ぐらいで使えるようになったので、めっちゃ助かりました。具体的な使用法は以前の動画で取り上げたので今回は割愛しますが、このスケッチアップというアプリはこのような板を組み上げていく際に板の厚さも入力で設計できるようになっていて、今回の針葉樹合板の 12mm も計算することなく数値を入力して設計できます。このため板の組み上げ手順や実際の板の長さも正確にシミュレーションできるので、この点が本当に便利なんです。そして実際に設計した外枠がこちら。はい、こんな感じで不足している型の板をこのように細かくナンバリングして、こちらの表に必要な材料をこのようにまとめました。これやらないともう組み立ての手順ですとかなかなか分かりづらくなっちゃうんで、こんな感じでやっています。それでこのバンクのこの部分なんですけれども、
今はあえてちょっとまだ設計していません。この部分だけはちょっと手作業で自分でこの曲線の部分を型を作って、でこの部分に当てはめて、最終的には型を取った後に FRP でこの部分を加工しようと思っています。ちょっとうまくいくかかなり難しいんですけど、ちょっと頑張って作ってみます。実際に外枠の型を軽トラに作る前に不要な鳥居や煽りを外します。軽トラックのこの部分にある鳥居と呼ばれるこの荷物をくくりつけるこのパーツを取り外していきます。これは取り外しても車検には通るようなので全く問題ないようです。 12mm のレンチで外していきます。結構これ重たいですね。これ外すだけでもそこそこ軽量化になると思います。それで今ガレージの中の気温が35度。今直射日光がこのガレージのこのシャッターの部分に当たっているんで、かなりガレージの中が暑くなっています。ちょっとあまりにも暑いんでこの空調服を着て作業します。でこの煽りを外します。この横の部分の外し方はめちゃくちゃ簡単で、このトラックの煽りをつけている部分がヒンジ固定になっているので、これをこちら側に外せば簡単に外れるんですが、その前にストッパー代わりのボルトがついているので、これを 10mm のレンチで外していきます。でこの部分のボルトがこのように外れたので、あとはこのストッパーを外して下に下げて、こちら側にこのように動かしながら抜いてあげれば抜けます。これもかなり重たいですね。この煽りを外すだけでも結構軽量化できると思います。で後ろの煽りの外し方も同様で、この部分にストッパーがついているので、これも先ほどと同様 10mm のボルトで外します。で抜き方は先ほどと同じなので、これもこの部分こちら側に引っ張れば抜けます。こちらの右側面はこの部分にストッパーのボルトがついているので、ここを外します。で取り外したこのボルトはなくすとめんどくさいので元に戻しておく。針葉樹合板を組み上げていきます。高さ的にはこれよりほんの少し1センチぐらい低くなるんですけども、だいたいこのぐらいの高さのものがきます。はい、ミラーの見え方をチェックしてみます。こんな感じですね。自分が運転中にこのように向いた状態がこんな感じなので、こんな感じでミラーが映ります。ちょうど11センチ程度なんですけど、横にはみ出しているんで少し見えづらくはなっています。でも市販されているキャンピングシェルとほぼ同じはみ出具合なので、特に問題はないかと思います。念のため床板を実際の長さに配置して軽トラ後部からも確認してみました。ナンバーやストップランプ、方向指示器も問題なく見えるので、このまま外枠の型を組み上げていきます。はい、それで今板を並べてみたんですけど、こんな感じで近くに近寄ると分かるんですけど、このように段差があります。この段差があると型として機能しなくなるので、この一文字台、多分 10mm のやつだと思うんですけど、4本セットで150円ぐらいのものでした。これをこの板沿いにつけて、この2枚の板を接合していきます。接合に使うビスはミニビス 2.0×13mm の細身のものです。これ 13mm なんですけど、この板厚があるので、ちょうどこの針葉樹合板が 12mm の板なのでぴったりサイズだと思います。これで接合していきます。はい、こんな感じで接合できました。でこの接合した金具のこの出っ張りが型に干渉してしまうので、これをひっくり返して使います。でひっくり返す方向なんですけども、こちらを持ってあげてしまうとこの部分が蝶つがいみたいになって割れてしまうので、ひっくり返す方向はこのラインで持ち上げてひっくり返します。そうすると木の切れ目でこのようにパタッとならないので、この方向でひっくり返します。続いてこの板を取り付けていくんですけれども、この縦方向の取り付け、針葉樹合板が約 11kg あるので結構重たいです。でこの角の部分をこのような L 型のアングルで固定するんですけども、このアングルの固定、こんな感じで固定していかなければいけないので、片手で電動ドライバーを持ってしまうと
このビス打ちがめちゃくちゃ苦労します。なのでそれを防ぐためにこのようなセロテープを使ってあらかじめこの下の部分にセロテープでアングルをこの下につけてあげると、このように両手が空いて簡単にビスを固定できるようになります。はい、でこのようにアングルが取り付けられたんですけども、最初のこの1枚の長い板だけ結構取り付けづらいです。2人で作業していれば簡単かもしれないですけど、このように軽トラのこの背面を使ってこのように立てかけて、でここで接続していけば1人でもなんとか作業できるようになります。でこんな感じで1箇所が確実に止まったら、先ほどと同様にこのセロテープを使ってこの固定する板の下に固定したら取り付けていきます。で少し全体をこちら側にずらして再度こういった部分を固定していきます。はい、こんな感じで3箇所L 型アングルで止めてるんですけども、これだけだとまだぐらついてしまうので、今度は先にこの側面の板を貼っていきます。こうすることでこの L の形をした部分で固定されるようになるので、こういった小さいアングルで固定しているだけなんですが、かなり強力に止められるようになります。これからこの板をちょうどこの部分に留めるようになるんですが、この板を先ほどと同じやり方で底面から留めてしまうとすごく留めづらいので、今回はこの部分に先に L 型金具を仕込んでからここに板を設置して接合していきます。この L 字アングルの固定もこんな感じであらかじめセロテープで貼ってから留めると楽です。この3箇所に L 型アングルを取り付けたので、こちらの 1820mm の板をそのまま取り付けます。こういった感じで固定していくと一人でも作業できるようになります。また板同士を接合するごとに強度も増していくので、初めは強度がなさそうに見えますが、箱に板を組み上げると型としてかなり強度が増します。まだ仮の型の状態ですが、実際に中に入ってみるとこんな感じ。身長172センチが入ってみてもかなり広いスペースを確保できています。室内の高さは断熱材を入れてない状態で約180センチ、立ち上がっても天井に頭がつかない設計にしました。このシェルの荷台の長さの部分は約2メートル20センチあるので、両手両足を伸ばしてもシェルに触れることはありません。外枠の仮組みが終わったので軽トラの荷台から下ろしていきます。このシェルの外枠は分割式にしてあって、最後に FRP を貼り付けるときに全ての型を接合してから FRP を貼り付ける予定でいます。無事下ろせました。はい、どうにか1人で下ろせたんですけども、可能であれば2人以上で作業されることをお勧めします。ちなみに軽トラの上から見てみると、こんな感じで上まで乗せると多分1人じゃ下ろせない可能性があったので、上の天井の型は取り付けずに下ろしました。あとはこの軽トラの荷台から上の天井をこの部分に貼っていきます。天板を乗せたら L 型アングルで固定していきます。この板を金具で固定するだけの地味な作業なんですが、この作業をする中で一点とても大切なことを気づきました。はい、ちなみにこの板の留め方なんですけれども、よーく見るとですね、この板がぴったりこの下の方の板に乗っているわけではなく、この上の板が下のこの垂直に重なっているところにほんの少しこのように出っ張ってるんですね。でこれもネジの締め方一つで直せることが分かったので、ちょっと今試してやってみたいと思います。でこのネジをこのへこんでいる部分のこのちょうど下のあたりにこのように当てて垂直にネジを締めていくと、ネジの構造が上に行くにつれて体積が広がるような感じになっているので、この円の下のこの辺りに合わせて締め上げていくと、このへこんでいる部分のネジをこちら側にこのようにぴったり上の板と下の板が線状になるように締め上げることができます。ちょっとやってみたいと思います。この部分でやってみます。垂直にこんな感じで当ててあげていきます。
そうするとほんの少しなんですが、この下の板がこちら側に手前に出てきて、ここがかなり平らな面になりました。試しにもっとずれている部分を使ってもう一度トライしてみます。板が結構出っ張っている感じなんですけれども、これも締め上げるとほんの少しなんですけど、圧力で前に板が出てきてくれます。やってみます。こんな感じでかなり引っ込んでいたこの下の板がこちら側に前に出てきてくれました。このような感じでネジを締め上げていくと、設計図とほとんど変わらない外枠を完成させることができます。このような接合時の板同士のズレは FRP を貼り付ける際にそのままズレとして反映されてしまうので、外枠のズレが起きないように正確に板を固定するように作業しました。多少板が反ったりぴったり合ってなくても、ネジを締めることでかなりタイトな感じで板自体を接合することができます。この作業を私初めてやったんですけど、こういうことを知れて楽しいですね。でこんな感じで板をつけることによってもう一つ気づいたことがあって、天井部分の板をつけるまではこの前の方のようにこんな感じでかなり揺れていたんですけど、板をつけたことによってこちら側はほとんど動かなくなりました。こんな感じですね。こういう角度で見ていただくと、こちらはすごく揺れるのに対しこちら側は全く揺れないので、型として FRP をこの中に貼っていったとしても、この四角の状態を保ったままいい感じに保ってくれることが分かりました。そこも一点不安点の一つだったんですけど、これだったら全然問題なさそうですね。これで後ろ側の外枠は完成したので、実際に FRP を貼る前に私が思いついたアイデアを実験します。今回のシェル作成ではなるべく簡単で手間をかけずに作れる材料をずっと探していました。そこで見つけたのがこのダイソーのポリプロピレンシート。これはサイズが 39cm×55cm、 厚さ 0.75mm とダイソーにしては厚手のしっかりした素材なんですが、これをいきなり今回作った外枠に貼る前にイメージ通りの形状に施工できるか試してみます。まずは今回作った外枠に見立てた段ボールにダイソーのポリプロピレンシートを貼り付けます。このシートは適度な弾力があり、映像のようにクリップで留めても型崩れしないので、型に使うのにとても向いています。また角の曲げ加工も段ボールに沿って軽く曲げるだけなのでとても簡単です。映像のようにシートを段ボールにクリップで固定しているだけですが、角の部分も型崩れせず綺麗に曲がった状態を保ってくれています。ここに購入した FRP 樹脂とガラスマットを貼り付けていきます。この FRP も種類がいろいろあるのですが、今回は実験でノンパラ樹脂とパラフィンワックス、硬化剤を購入、450番のガラスマットを貼り付けてみてイメージ通り固まるか試します。これに加えて FRP を施工するときに泡が混入するので、その泡を除く脱泡ローラーも購入しました。実際に樹脂を塗る前にこのように準備を完璧にしておくといいようです。今回塗るのはダイソーで購入した小さめのローラーで塗っていきます。これは1本100円で売っていて、取り替え用のペイントローラーも2個で100円なので、使い捨てにしても比較的コスパがいいと思います。ポリプロピレンシートを固定した段ボールの型に450番のガラスマットをハサミで切ってセットします。このマットはガラス繊維で素手でやると手に刺さってチクチクするので、手袋をつけて作業します。また樹脂を塗っている間に動かないようにクリップで固定をしました。今回試しに購入したノンパラ樹脂という FRP 素材は、これ単体では固まらず、積層の最後にパラフィンワックスと硬化剤を適量入れて固めると硬化してくれる樹脂になっています。樹脂の缶から小分けするのが下手すぎてノンパラ樹脂をこぼしまくってますが、まずは1度目の積層はノンパラ樹脂のみを塗っていきます。この作業ハケで塗る方もいるようですが、キャンピングシェルは塗る面積が大きいのでローラーで施工した方がいいようです。次に脱泡ローラーを使って樹脂とガラスマットの間にある泡を抜いていきます。パッと見映像では分かりづらいですが、矢印の部分に注目していただくと細かい白い泡が抜けていくのが分かると思います。この泡はきちんと抜いておかないと、この部分から水漏れや雨漏りの原因になるので、丁寧な作業をしていきます。脱泡ローラーを使うとこのように簡単に泡抜きをすることができます。
あと拭き取ったこの歯切れのウエスをこの作業台の上に乗せてたんですけど、こんな感じで表面の天板のこの樹脂みたいなのがふやけてこんな感じになっちゃいましたね。なので気をつけて使った方がいい樹脂です。でこのようにパラフィンなしの樹脂でガラスマットを浸しているんですけども、このままだとこのガラスマットは全く固まってくれずベタベタした状態のまま残ります。で本来は FRP の施工というのはインパラと呼ばれるパラフィンワックス入りの樹脂と硬化剤を入れて使っていくと、この塗った部分が簡単に固まってくれるらしいんですが、私は今回ノンパラ樹脂とパラフィンワックス、そして硬化剤を別々で買いました。でホームページ等を見るとインパラでもキャンピングシェルを十分作れるそうなんですけども、私の場合撮影をやりながらカメラでこう撮りながらかなり時間をかけて撮ってるんで、撮影中にもう固まってしまっちゃったりすると手がつけられない状態になるので、今回はあえてこのノンパラという樹脂とパラフィンワックス、そして硬化剤を分けて混ぜて使っていきます。通常の工程でいうとインパラの樹脂と硬化剤を混ぜて普通に塗れば作れるみたいです。で続いてこのノンパラしか塗ってないガラスマットの部分にさらに上からガラスマットを貼って、今度はパラフィンワックス入りの樹脂と硬化剤をこの中に入れて塗っていきます。その前にガラスマットを敷いてないと効率的に塗れないので、先にガラスマットをこの部分に敷いて塗っていきます。183g、 ちょうどこの部分に 5% のパラフィンワックスを入れるために約 9.15g のパラフィンワックスを入れていきます。このパラフィンワックスは空気遮断剤とも呼ばれ、ノンパラの FRP 樹脂に混ぜて空気を遮断することで硬化剤を入れると完全に固まるそうで、このやり方は船舶や大きい FRP 製品を作る際に後からパラフィンワックスを入れて作る工法が使われるそうです。硬化剤は通常 1% なんですけれども、この 1% という値は通常外気温が20度での設定で想定された値ですので、現在ガレージの気温が30度ぐらいあるので、これを 0.5% まで減らして硬化させます。で入れる硬化剤の量はちょうど 1g ぐらいがいいかなと思うので 1g を入れてみます。硬化剤を入れ終えたらこのようによくかき混ぜて塗っていきます。でこれも遠目から見ると泡がないように見えるんですが、近くで見るとこの部分ですとかかなり泡があるので、脱泡ローラーで泡を除去します。はい、こんな感じで一応脱泡を終えました。これで3時間ほど待つとこの FRP がいい感じに硬化してくれるそうなので、とりあえず待ってみたいと思います。私が一番気にしているのはこの裏のポリプロピレンシートを貼った部分が綺麗に曲がりつつスルッとした状態で型を抜けるかっていうのが一番気になるところなんですけども、それさえうまくいけばこちらのキャンピングシェルにも応用して使えると思うので、ぜひともうまくいってもらいたいんですけど、3時間待ちます。でこちらの硬化を待ってる間にさっき使ったこの脱泡ローラーをアセトンで洗っていきます。これ洗わないとここの中で硬化して脱泡ローラーが回らなくなるらしいんで、ペットボトルの容器を切ったものにアセトンを少し流してここで溶剤を溶かして流します。今回使用した FRP 樹脂やアセトンは冷暗所保管をした方が良いので、ガレージではなく家の中に保管しておきました。はい、FRP を塗って3時間が経ちました。表面はこのようにカチカチの状態になっています。一見すると結構成功しているような感じなんですが、本当に成功しているかどうかちょっとまだ判断がつかないので、これをこの型から取り外してみたいと思います。今ちょっと確認したんですけど、この辺りかなり尖っていて手に刺さって危なそうなので、一応ゴム手袋をつけて作業します。いい感じ。結構いい感じ。すごいつるっとしてる。超いい感じかも。はい、こんな感じで綺麗に R をつけたまま表面がツルツルカチカチにコーティングできました。で2点失敗している点があって、それは私がノンパラという樹脂を最初に塗ったこと。これですね、こちら側の方はこんな感じで、こちら側はつるっとした仕上がりで、表面にこのように光沢がある感じで、ガサガサした感じではなくツルツルした感じで仕上がっています。
これはすごく嬉しいです。でこの反対側なんですけれども、このインパラの樹脂がうまく混ざらなかったようで、ちょっと画面でわかるかな、この部分実は完全硬化していなくてですね、このようにちょっとノンパラ樹脂が残っていてベタベタした状態になっています。しかもこのようにガラスマットにきちんと樹脂が染み込んでいなくて、若干このように剥がれてきてしまっています。これはちょっと失敗ですね。私ノンパラとパラフィンワックスを混ぜて使ったんですけれども、最初からパラフィンワックス入りの樹脂を使ってやった方が成功しやすそうですね。これ使ってみてしか分からなかったんで、今回実験してよかったなっていう感じなんですけど、大きなこのキャンピングシェルの方でやらなくてよかったなって感じですね。でもちょっとこれ成功の道筋が見えてきたので、なんとかなりそうですね。こんな感じできちんと直角でいけるようになりましたし、なんとかなりそうです。でもう一点失敗している点があって、このように若干この部分がカーブをしてしまっています。これはちゃんと理由があって、こちらには短い方のこの部分までしかポリプロピレンシートがなかったので、このように綺麗に垂直でいってるんですけども、ポリプロピレンシートが長くなればなるほどこのように少し湾曲してしまっています。なので対策としては、このポリプロピレンシートをこのキャンピングシェルの内側にきちんと貼り付けて施工しないと、このように湾曲してしまうんだなということが分かりました。でもそこさえクリアすればなんとか綺麗にキャンピングシェルの形状で作れそうなので、とりあえずその対策と、あとインパラ樹脂をやっぱり買わなきゃダメですね。ノンパラ樹脂プラスパラフィンワックスでやると、私のような素人にはこうやって硬化不良を起こしてしまいますね。ちょっとこれ難しかったです。こちら以前の動画で私がインパラ樹脂だけで作ったこの FRP の板なんですけれども、こちらは完全に成功していて、ベタベタしているところが一切ありません。ちょっと脱泡ローラーを持っていない時だったんで、このように穴がうっすら開いて巣が開いてるんですけども、それ以外はつるっとした状態で、もうこのまま FRP として使える素材になっています。でこちらの今回施工した方はこのようにきちんと脱泡ローラーで今回泡を抜きましたので、このように泡が表面や裏面を見てみても泡で穴が開いているというようなことはないんですが、このノンパラ樹脂を使ったがゆえに硬化不良を起こしている部分があります。なのでインパラ樹脂のものを新しく樹脂を購入し直して、このキャンピングシェルに施工していきたいと思います。このポリプロピレンシートをうまく使ってやればかなりいい感じにできることが分かったので、このダイソーで購入したポリプロピレンシートを使って施工していきます。でこのポリプロピレンシートは1回使い捨てかもしれないですね。こんな感じでぐにゃっとなってしまいました。なので使い捨てにはなると思うんですが、このようにつるっとした素材で綺麗に理系できましたので、この方針でキャンピングシェルを作っていきます。いい感じですね。すごく頑丈でいい感じにできたと思います。はい。で今後の方針なんですけども、このポリプロピレンシートをこの前面に貼り付けて FRP を内側から貼っていきます。これは天井部分も同じで、こちらとこちらを貼った後にドッキングをさせて、さらにここでまた FRP で貼り付けてドッキングをさせる予定です。それでこのバンクの部分なんですけれども、バンクの部分は私は丸い形状でちょっとカーブを描いたような形状のものを作りたいので、このポリプロピレンシートのやり方ではなく、ちょっとまた別でやり方を考えてこの部分作っていこうと思っています。もう何分一切やったことのない作業で、ちょっとうまくできるかすごく不安ではあるんですけども、いろいろ調べながらこの部分にバンクを作っていこうと思っています。今回私が施工したやり方、あくまでお試しで作ったもので、今後キャンピングシェルをうまく作れる保証は全くないのですが、私のような素人でも個人的には綺麗なシェルを作れるような気がしています。視聴者の方の中にはもっと素敵なアイデアをお持ちの方がいらっしゃると思うので、もし何か思いつかれたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。